キャノピーのマスクですね。で、胴体を塗るときに、一緒に塗りたいんですよ。色調が変わっちゃうんで、同じタイミングで塗りたい。できれば客カバーなんかは機体に取り付けて、何かの形で取り付けて、で塗るとね、色調のズレがなくなるので、ほんのわずかなことなんですけどね。でキャノピーのこの枠も、一緒に塗りたいですから、今マスキングをするんですけどキャノピーのマスキングですね。ちょっと今練習してたんですけど、こんな感じでマスキングするんですよ。でその手順を取っていこうと思います。まず細切りテープですね。一番細いテープって何ミリなのかな、買ったことないからわからないです。だいたい 0.5 ミリぐらい、 0.5 あるかな、 0.3 ぐらいしかないかもしれない。 0.5、だいたいそんなものテープをまず使います。難しいのはちょうどこのサイドいきますか。このサイドのね、この一番後ろの部分がいやらしく R になってるんですよ。でそこをちょっと一発で一本のテープで、よくあるのがテープベタって貼っちゃって、ナイフでテープだけ切りましょうというのがよくありますけど、僕はテープ回していきます。細いテープならなんとかかんとか回せるので、キットのこの枠のモールドですねに沿ってうまいこと貼っていって、で一番端の部分、これは一回こうヒュッと戻してやって折り目をつける。ここでペッて折り目をつけてクイッとちょっとずつ回してやるというだけです。場合によっては何回かこう戻して折り目つけてっていうのをやるんですけど、慣れてくるといい感じの R ができると思います。ちょっと今失敗してるかも。多分これでうまくいってるんじゃないかな。場合によってはこうピンセットでこう戻すとかして、こんな感じですね。このような感じ R に一応なってます。端部はニッパーでき
ちゃえばいいんで裏も塗りたいんですよ。裏もで今表細いので1本貼ったじゃないですか。で表を貼り終えるんじゃなく、その1本だけ貼ったのを目安にしての方が貼りやすいはずですから。でなんで裏側貼らなきゃいけないのって、表を黒で塗ってその上から基体色塗りゃ確かに裏から見た時に黒くは見えるんですけど、まあこの第一風貌はねほぼ見えないんですけど、問題は第二風貌と第四風貌、開け閉めする風貌開いてるわけだから、こう見方によってはね内側見えるんですよ。で内側見えた時に、艶消しである枠がキラリンと光るって、それがちょっと嫌なだけです。でまあ裏側はね多少、やっぱり増しにくいっていうのもあるんですけど、表の枠こう見えるじゃないですか、表側のテープが。それより気持ち内側に貼るのがいいかもしれない。なぜかというと、マスキング剥がした時に表からこう裏側の黒が見えちゃうんだよね。あんまりどっちみちね、多分多少見えると思います。どうしてもプラスチックの厚みがあるので、多少は見えるかもしれないです。多分見えるね。まあそれはそれでガラスのシール剤ということでごまかしちゃいましょう。塗装目に回るのが嫌なんで、テープの飛び出てるやつはみんな切り落とす。でこれではマスキングゾール塗るなり短冊状のテープ貼るなり、一発目のテープが細すぎるんで難しいんですよ。だからもう一枚この内側にもう若干太いのを貼ります。1ミリぐらいかな。もう一手間ってことですね。まあマスキングソール塗れるとかね、テープ貼れるんであればいいんですけど、で変な隙間が出ないようにほんのわずかオーバーラップ重ねてやって、ここは重ねしろ確認しながら貼っていくのがいいんでしょうね。一番端は切ってもいいし曲げてもいいし、これでマスキングソール塗りやすくなりましたよね。
内側も同じことです。今センターも基本同じで、大きな R が後ろの方にありますよね。こんだけ細いテープがくる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 回っちゃってやりづらいんですけど、テープを横方向にずらしながら貼っていくようなイメージかな。これリベットのモールドがあるんで見にくいです。見にくいのと枠のモールドがちょっと不明瞭、枠の端部のモールドが消えかけてるんで、どれだこれかな。これだと太すぎるなんか。あとはこの枠の幅のテープ1枚ここに貼って、テープ沿いに貼ってってもいいかもしれない。で、一番後ろの R はこの R 状のテープを細く切ってやってもいいと思いますし、うまいことこう回すことができればいいんですけど、テープがちょっと長すぎちゃったかな。左の親指の爪をうまく使えば多分回せると思います。でこっちはね、今右側のフレームは比較的モールドがしっかり出てるんですよ。引っ張りすぎたのもあるんだけどな。ずれるかな、うまく。微妙に幅が違う。モールドこれだよね。多分ね、幅が違うぞこれ。ちょっとしてるか。そんなことねえな。もうちょい外側に貼るか。じゃあ今できること。こんなもんでどうだ。こんなもんで
でね、もっとやりにくいのが実はこれなんですよ。これこれまだ貼ってないですけどね、だったかな。これはそうでもないわ。この第二風貌がねうちがドンと落ちてるんですよ。フレーム作ってあるんですよ、モールドで。わざわざ段になってる。だから屈折しちゃって超見にくい。何回かやり直しました。まだマスキングゾルが乾いてないという、こんな感じですね。この細いテープのとこで、これ分かりますかね。内側の方がかなり外側に向かって、だから枠の下に向かって、だから内側から見るとフレームが細い、少し。この1枚のテープだけでマスキングゾルいっちゃってもいいんですけどね。うまくこう塗れるのであれば。こんな感じで爪楊枝で乗っけちゃえばいいんで、テープに。しまった。外側から塗ったら内側塗りにくいじゃん。ちゃんとテープに乗っけないとそこに黒い線が入っちゃうんで大丈夫だべな。今思い出したんですけど、昔のマスキングゾルってすごい匂いしませんでした？だいたい僕ぐらいの年齢の人なら分かると思うんですけど、あれ大嫌いだったな、あの匂い。これ乾燥機の中放り込んでやればすぐ乾きますから。これはリアシートのキャノピーですね。同じですよ、同じ。これももう、でもさっきのよりはマシかな。キャノピー枠の境目がすごく似水です、似水。これはそんな難しくはないでしょうね。キュッと押さえてやればいいんで。要はこのテープ曲げてるところ、結局こういうことですよ。こう貼ってきてテープ貼るじゃないですか。でこう戻して、ここ角を作ってやって、こう回すと、これだけのことです。これをこのサイズのテープでやってるってことですけどね。話は大きく変わりますが、今ちょっとお昼ご飯食べながら映画見てたんですけど、結構ね、映画に出てきた
行機、何を突然言い始めるんだろうこいつはって感じ。まあこの模型再開した時にタミヤじゃない長谷川の F14A をやってたじゃないですか。映画に出てきた飛行機ムービーバードかなって感じでやってたんですけど、でその後作った飛行機がなんだっけ、この間のF35 もあれも空母息吹を見て作りたくなった。割と F35 はねアメリカの映画出てくるんですけどね、ダイハードとか、F35A とか C だったらばなんだろう、アベンジャーズとかにも出てきてたかな。アベンジャーズってなんだっけ、忘れた。トランスフォーマーだったかな。トランスフォーマーだ。意外にこのファントムって思い当たらないんですよ。なんかありましたっけ？ファントムが出てくる、ちょっとでもいいんでね、出てくるような映画、ちょっと思いに浮かばないですね。ファントムもうそれこそなんかのあれでほんのちらっともうエキストラ程度しか出てないとか、そういう感じならばもしかしたらなんかあるかもしれない。今見てたのは全然そういう戦争映画とかじゃなく、あれです。Amazon プライムでバードマンってあれですね、マイケル・キートンの役者の俳優さんですか。俳優さんの映画っていうか、舞台俳優、アカデミー賞何年のアカデミー賞だったかな、撮ってた映画で、それ見てたんですけどね、ちょっと謎な映画です謎な映画って主人公の操ってる超能力が何なんだろう一体っていう。その超能力が主人公にしか見えてないんで、あれは多分あれでしょうね、妄想か何かみたいな部分かもしれないですし、ただ最後はラストシーンは飛べたみたいな感じのとこも見受けられたんで、ちょっと何を語りたいのかなっていう映画だけど、面白かったです。タイトルが最後奇跡っていう言葉が入ってるんで、飛べたんでしょうね。映画見てない人から見れば残っちゃった感じなんですけど、いやね、プラモ再開してから本当映画見るのが少なくなっちゃって、これもちょっと問題ありだなと思って、最近今度映画またこう Amazon プライムなんかで見始めるとプラモ止まっちゃうんですよ。
それも自分にとってはマイナスなんで、まさか映画見ながらプランも作れないし、なんかね、こうご飯の時にまあ映画つけながらご飯見てじゃないよご飯は食べないとダメだよ。そう映画見ながらまあご飯食べて、でまあその映画見終わるまで、見終わってからボケ作ったり、まあ、この動画編集したりねしてるんですけど、しまった。まあボケとは関係ない話をしてますけどね。だから結構見てない映画がね多いわ。なんだろう、年かな、最近ね日本の映画見るようになってきて、それもね今まで見なかったようなジャンル。どうしたんだろうまあいいですけどね。だからスター・ウォーズのあれはなんだ、今度テレビで地上波でやるみたいなんですけど、あれ見てないもんね俺。多分見てないやつだと思う。分かんなくなってきたで最後このちっちゃいやつですね。で俺ねこれどうしようかな、縦でやるか。ちょっとここ変えちゃったんですよ、ここの角。縦でいいか、後で。意外にね歪んでますね、結構ね。まあいいや、やっちゃえ。ここでいいんだよね、窓枠はここまでだよね多分、確か。マスキングゾル乾きましたね。違うもこんな感じです。あとはまあ胴体と一緒に塗るだけですね。それでは次はどこへやら、胴体いつ塗るのって感じなんですけど、それではまた。